どうも、ジラティです。ロストデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回の続き、トスカ村だっけな、に行きたいと思うんですけど、そういうね、場所を選ぶ画面がね、最後出てきて、セスの、千年の夢、記憶、それを見終わった後、その、選ぶ画面、選択画面に強制的になって、行けってことなんでしょうけど、そこでちょっと終わらせていただきました。録画前回ね。ちょっとね、音入ってたね。なんかね、音声の調子が悪いんだな。申し訳ないです。それでね、裏でね、ちょっと今行けるとこないかなと思っていろいろ言ってたんですけど、やっぱりいろいろ制限があって、行けなかったですね。でね、それでも一部行けるとこがあって、沼良のやっぱり都もう行けるとこ限られてて、一応ね、でもね、クックとマックの家、あの周辺は行けたんで行ったんですよ。そしたらね、あの全然気づかなかったんだけどさ、ピポットってやついたでしょ、前に。なんか木の実を交換してくれるやつで、ね、それがねいたのよ。で今ここにないから全部渡しちゃったからここに書いてないんだけど、それでね交換しました。できました。結構溜まってたからかな。だっていくつでほら交換してくれるか知らないからさ。それでね、この土のお守りっていうのをもらいましたね。これはね、もっと前に多分もらえてると思うんだよ。でね、この土のお守りっていうのをもらってから、この赤い森に多分来れたと思うんだな。で、土の攻撃を結構してくるやつがいたっけな、なんてことをちょっと考えていたんですけどね。でここに来てちょっと思い出そうかなと思ったんですけど、ちょっと時間がなくてもう確認してないんですけどね。というわけで裏ではそんな感じかな。こういうことね。この画面が出てきてここに行けって言うんでしょ。うんそれでね、このさ、ちょっと裏でいろいろ回ってみようかなって言ってたと思うんですけど、ちょっとこのワールドマップが見づらいんだけどさ、このゲーム白いさ枠あるじゃん、ぐるーっと。うん南半球っていうのかな白いところはあのねちょっといいか、どこでも。超海流っていうやつみたい。なんでかっていうとこうやってちょっと行ってみたんだよ。そしたらね、押し戻されちゃって、要するに行けないのね。セスも言ってたじゃん。エンジン、このこの船、なんていう名前かもう忘れちゃったんだけど、これはエンジンは耐えられるけど、側が、その船体っていうのかなが耐えられないって。これデータ戻ったんですけどね、二度と見れないんで。こんな画面が出てきて、なんだなんだと思ってさ、これが超海流なんだね。うんダメだ、引き返せ。本当にバラバラになっちまうだろうが。ということなんですよ。これね、もしかしたらね、いずれいけるんでしょ。いずれね、いずれこの白い枠から出れると思うんですよ。雲みたいになってるところ。それでもうちょっと世界が広がると思うんですけど、でさ、いつかそれがなるわけでしょ。でその時にはさ、超海流が多分通れるようになってると思うんだよ。そうするとさ、今の見れないのかなとかね、のかなと思って、逆にね、見れてよかったって思いました。それでね、メインストリート沼良の、ね、そこをね一部だけね今入れるんだよ。ほら今ほら逃亡犯の身だからさ、いろいろいけないのは当たり前なんだけど、でさ、そこでさ、たまたま入った家がなんだっけな、なんとか夫妻の家っていう、老夫婦の家にね入っ
たんですよ。別に意味なく入ったんだよ。そしたらね、結構回ったつもりだったんだけど、やっぱりなかなかね、重箱の隅つつくような感じでさ、回れてなかったみたいだね。本棚があって、あ、本棚じゃんと思って、あれ見てなかったっけと思って見たら、あのね明のこととか書いてあるんですよ、女王様のことね。うん。それでね、このヌマラのこの左下のヌマラのこう国っていうの、島、があるでしょ。今なんでこう何も動かせないからさ、カーソルあれなんだけど、左下の島ね、あそこはねやっぱ鳥海流で守られてるから、今までね敵の侵入がどうのこうのとか、自然のねことでね、まあ平気だったんですよっていうね、自然の守りっていうのかな。なんかトゥームレイダーのみたいな感じなんだけどさ、邪馬台国の、そんなことが書いてあったり、あとほら赤い森に行った時にさ、先に読んどけばよかったな。赤い森に行った時にさ、500年前がどうのこうのってあったでしょ。東方民族だっけ、東方部族だっけ、それが攻めてきたんだよ。呪術っていうものを用いて攻めてきたんだって。その本読んだ方が、今言ってもいいんだけど、ね、白魔法黒魔法っていうのはあったんだけども、呪術ね、マックが使ってるあれをね用いてね、まあここに攻め込んできたんだって、左下の島にね、だから沼原の島にね。でね、まあ吸ったもんだいろいろあったんだけど、もうどうしようもなくて、ミンが黒魔法で最後倒したらしいのね。まあ使いたくなかったのかな。まああんまりほら昔のセスみたいに、前回の千年の記憶の時のセスみたいにイケイケのイケイケっていうわけじゃなかったんでね、前のセスみたいに、ずっと穏やかなまんまなのかな、ミンはね。なんだけどほらもうバン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 死んでるし、味方がね。だからどうしようもなくて、なんか黒魔法でドカーンってもう一掃したみたいなのね。だからそんなことが書いてあったのよ。だからメインストリートでそのなんとか夫妻の家っていう名前の家、そこでちょっとごめんなさい今思い出せなくて、それのね本を読んでから赤い森に初めて行くと、また500年前の剣がどうのこうのってほらセスが言ったと思うんだけど、そこに繋がるんだよ。なおよくわかるっていうの、赤い森のことが。で、双方相当数の数が出てね、で血で染まって、で赤い森になったんだよとか、なんか言ってたでしょ説が。まあそのことも本に書いてあったんだけど、ああなるほどなと思って、まあでもだからといったってね、全てをねこう完璧にね事前にね、知り得た状態で次の段階に進むっていうの、まあそういうのは不可能じゃないですか。なのでね、まあ仕方ないけど、へえなるほどそうなんだって思ったっていうことがありましたっていうことなんですよね。まあどうせねまた沼原に戻れると思うんで、その時にはちょっとまたね思い出せればね、その本見たいとは思うんですけど、でね今別に本読むだけなんで、千年の夢と違ってすぐ終わるんでね行ってもいいんですけど、そっかこれどうやって行ってもいいんですけど、ちょっと時間がかかっちゃうのでね、これどうなんだっけ、どうやるんだっけ、新しいとこ行くとき。ダメどうやってやるんだっけな。でね行ってもいいんだけど、ただねトスカ村っていう新しいとこ行くわけでしょ。そうするとさ、またさムービーとかさ千年の夢とか記憶とかあるかもしれないじゃないですか。だから時間かかるかなと思って、ちょっと行くのはやめます。またほらなんかそういうの読むかなと思って。じゃあここね、まあこういう画面が出てきたじゃないですか。なのでねここに行きましょうね。いいのかな。いいんだね。戸塚村南、とにかくゴッツァに行こうっていうことなのよ、協力を得るために。
ゴッツァので関東っていうのは関東兵って言ってたっけ。よくわかんないね、意味がね。あれケロロン、山間の村トスカ、ケロロンじゃない？カイムカイムなんであんた知ってる？会ったことある？カイムじゃないか。初めてじゃないか、知り合い。まあこの時代のカイムはね、ゲーム開始してからのカイムとしては初めてですね。みんな、カイムが帰ってきたぞ。千年の夢ではなんかあったような気がしたけど、帰ってきた。長老ターリとどっちかな、同じ服の人の右の人。忘れてんだね。懐かしいな、カイム。全然変わらないな。あ、そうか、こっちがチレンとか。あはどうやら立ち寄ったことがあるらしい。いきなりそれだけ？せっかく来たっていうのにどこに行くんだい？もう帰るなんて言わないでくれよ、カイム。せっかく戻ってきたってそんな急ぐことないだろう。宿屋の主人今日ごちそう作って待ってるそうだよ。宿屋って言っても千年の夢に出てきた宿屋じゃないよな。よく来てくれたのカイム。この村も相変わらずじゃろ。そうなんだ。もう会えないかと思っとったが長生きはするもんだな。わしは嬉しいよ。そう昔じゃないな、カイムにしては。ねえ、だってほら、なんせさ、普通の人間と時間の感覚がさ違うからさ。でもそう前じゃないんだね。そう前じゃない。そうだな、2、30年前、3、40年前、ぐらいかね、行ったとしてもね。水車があったり、まあ話しかけようか。おしゃべりなピット。暗黒洞窟を閉じたのは気味の悪いローマ同士さ。暗黒洞窟、変な叫び声を上げて勝手に、あれはきっと化け物だよ。ローマ同士、あの年寄り何のつもりだったのかね。今は北の岬の家に住んでるみたいだぜ。なんか行くのかな。今イアンさんいたな。さーて、このボコってしてるの何？関係ないか。子供？お前は知らないな、カイムのことを。カイムってこの、知ってんな。昔この村助けてくれたんでしょ。おじいちゃんがそう言ってたよ。どうやら助けたことがあるらしいぞ。みんなが飢え死にしそうな時食べ物運んできてくれたんでしょ。おじいちゃんすごく助かったって。そうなんだ。どうやらそんなことがあったんだね。じゃあこの人、親切なティリタ。聞いた話はボッツァはこの辺の村にまで徴兵をかけてるそうだ。ちょっともう一回。トスカ安心だよ。ゴッツァにつながる暗黒洞窟の入り口が封印されてゴッツァの連中来られないんだ。どうやって封印、誰がどうやってしたのかな。そっか分かったぞ。ゴッツァに行きたいんだけど、まず暗黒洞窟っていうのを通らなきゃいけないみたいだな、どうやら。その前にこの村なんだね。いらっしゃいカイム。あんたとなんだって住んでた北の岬の、だから崖。じゃあ出来事っていうのは意外とこの1000年っていうかねの中にしては随分最近の話だったんだな。崖沿いの家まだ残ってるよ。あれますます分かんないな。
あ、そっかそっか。いや、そんなことないよな。いやいや、今ちょっと思ったのは、そっか。カイムとサラは別にね、めちゃ長生きだから、めちゃ昔の話してんのかと思ったんだけど、この人が知ってるってことはそう前じゃないわけでしょ。うんうん。っていうことはね、今何が不思議かなと思ったってことは、カイムってさ、十数人の妻なりなんかいたんだよ。うん。この世界に来てから。もう世界って言っちゃってもいいのかな、前回言ってたから。だったらさ、このサラ、だってここ2、30年ぐらいの話してんじゃないの、これ。この人が知ってるってことは。それで、あいや、そんなことないよな。これだって記憶があるからサラと、そっか。記憶、記憶が消された者同士くっついたってこともあるか。ちょっとわかんないな。何を落としたのかな、私。わかります、言ってる意味。だって十数人って、だってここ2、30年の話してんじゃないの、この人が知ってる。今押してないのに。カイム。お兄ちゃんがカイムって人でしょ。おじいちゃんがよく話してくれるんだ。ねえ、これおじいちゃんからもらった僕の宝物なんだけど、もともとはカイムがもらうために使ってたんだよね。だからこれはカイムに返すよ。だって、あれ、今さっき話した子ってテルトって名前だったっけ。魔導式探知機レベル1。何を探知するの。ねえカイム、ちょっとそれを使ってみて。僕もう一つの宝物を村の中で探してるんだけど、どこにあるか探してみてよ。ヒントはね、高いところ。ちゃんと見つけられたらそこにそこにある宝物をあげるよ。トスカ村の中の高いところにある宝物。ダウジング。なんかハテナがいっぱいある。なんか1個増えた行が。トレハンメモだって。トレジャーハンターみたいなこと。魔導式探知機があれば世界のあちこちに隠されている財宝を探し、世界なんだ。じゃあ今まで行ったところもあるね。ただし財宝を見つけるには財宝が隠されている場所についての情報か。だからさっき横の文字っていうか出てきたんだ。あれ情報を手に入れたって意味か。なるほどなるほど。それはどこでもらえるのかな、情報は。町の人などから財宝についての情報を聞いたら、メニュー画面、アイテム項目でトライアメモで、魔導式探知機と情報が揃っている状態で財宝が隠されているマップへ侵入すると、ナビゲーションマップ上に光る点が、でもこれは良心的だね。情報をまず一番辛そうだね。この光る点の場所に財宝が隠されているので近づいて調べてみましょう。またどこかで魔導式探知機の出力。なるほど。これは何回も行ったり来たりするかな。レベルを上げてから一気に探した方がいいような気もするけど、そういう問題じゃないのかな。でもね、レベル1でも結構いいものが手に入るかもしれないしね。もしかしたら分かったぞ、私。もしかしたらこれのことじゃないかな。ずっと前から不思議がってたやつ。もう消しちゃったかな。消しちゃったかな。これ前に言ってた名前の横に四角マークがあるやつ。今四角だったね。これだ。だからこいつら四角いんだ。
ウーラに3人いて、で覚えてんのはウーラに3人いて沼ラに1人いたな。多分そうだ、それが情報持ってるやつなんだ。よかった、取っといて。もう言わない。買い物って向かい、あ、おじいちゃん、俺お兄ちゃんっつってなかった。あ、俺もね昔は戦場を駆け巡っていたもんさ。だがね、いつだったか剣を振るってるさなか思ったんだよ。ああ、俺パン屋になりたかったんだってな。あれ、なんかこの話聞いたことあるな。なんかこの話、なんか昔何かで読んだ小説でなんかこんな話があったな。偶然かな。どうしてそんな風に思ったのか俺にもわからん。でもその戦いの後すぐに軍を辞めて、それ以来ずっとパンを焼いて暮らしてるわけだ。商売と知ってるんでしょ。あ、またか。ほらこういうことだよ。これまた時間かかるからさ、まだ読めないぞ漢字、いくつもあるぞ。今度はなんて名前かな。お、英雄が帰ってきた。戦場で大きな手柄を立てた英雄が、英雄だって。将軍に昇進して生まれ故郷の村に凱旋したのだ。ああ、これ皆無のことじゃないでしょ。村の人々はお祭り騒ぎで栄養を歓迎した。大人たちは昼間から酒が振る舞われ、子供たちに甘いお菓子が配られた。村の暮らしを支える牧場の牛や羊たちまで普段とは違う村の様子に気持ちが高ぶっているのか、それとも彼らなりに栄養を歓迎しているのだろうか。普段よりも甲高い鳴き声を、夏の夜空に響かせている。今回の皆無は何屋さんかな。将軍、あなたは我が村の誇りです。歓迎式典の祝辞で村長は得意そうに胸を張った。こんな小さな村から軍で一番の英雄が出るなんて、まさに愉快痛快。我々のご先祖様もきっとお喜びされているはずですと続けた言葉に、広場を埋めた人々は一斉に拍手喝采した。先日軍から正式に発表されたところによりますと、この度の戦いで将軍は敵兵を2000人、もう一騎当選よりもすごいな。その言葉より2000人もお倒しになったとのことであります。戦場に広場にどよめきが上がる。英雄だね。考えてみますと、この村の人口は1000人足らず。将軍はお一人でこの村2つ分葬り去られたという計算です。全くもって将軍が敵でなかったことが幸いでした。もしも万が一敵に将軍のような武人がいたとしたら、今頃我々は揃って丘の上の共同墓地に眠っているはずであります。女たちは幾人かは一瞬顔をしかめたが、先に酔った男たちはどっと笑った。舞台の中央に座った将軍は威厳あるひげを指で軽く撫でつけた。それが困惑した時の癖だというのを知る者はここにはいない。故郷で軍隊に入った時には将軍はまだ一兵卒で、ひげなど蓄えていなかったからだ。なるほど、さすが皆無。これ皆無でしょ。長生きだから知ってんのかな。将軍はまさに我が軍の、そして我が国家の救世主であります。明日からまた次の戦場へ赴かれると聞いておりますが、どうか将軍、今日は久々の生まれ故郷で存分に羽を伸ばしてくださいますよう。村長が喉が痛い。村長が挨拶を終えて舞台袖に下がると、続いて村一番の芸達者の男がひょこひょことおどけた仕草で舞台に上がった。将軍、一つお願い事を聞いていただけますか。怪げな顔をする将軍の席に駆け寄ってひざまずく。将軍の哀悼というのかなを、ひととき拝借させていただけませんでしょうか。将軍は困惑しながらも人々の拍手と歓声に促されて、房飾りっていうのかな、いや宝石で彩られた刀を男に渡した。侮られたっていうのかな、ちょっと分からなくなっちゃった。男はありがたき幸せと両手で、うやうやしく刀を受け取り、その重さによろめくお芝居をしながら、
舞台の方に出て刀を掲げた。それではただいまより将軍の名を一役高らしめた白兵戦での18人めった切りの場面を再現いたします。ヤンヤの歓声の中、男は大げさな身振りと口上で刀を振り回す。村人は皆知っている。将軍は知略戦略に長けているだけでなく、一騎の武人としても有名っていうのかなを轟かせている。兵器にのみ頼るのでなく、最後は我が腕で敵をなぎ倒した。それがまた村人にとって誇らしくてたまらないのだ。一人二人返す刀で、3人目をござる。4人目は肩から袈裟掛けで、5人目は首をはねて、おっと6人7人8人3人まとめてきやがった。めんどくさい。我が愛刀で口出しにしてくれん。怪獣は大いに湧いた。将軍も頬を緩め拍手をした。だがパチパチと手を叩いた後で指はそっとひげを撫でつけた。君にはわかるだろう。その時の私がどんな気持ちで舞台にいたか。年老いた将軍は皮袋に入れた口を一口すすって皆無に聞いた。ああ、自慢のひげはすでに真っ白になっている。それぐらい遠い昔話だ。皆無が黙ってうなずくと、将軍は戦場を知れば知るほどそうなるんだと噛みしめるように言った。ふるさとの人々は善意で英雄を叩いていたわけですよね。ああそうだ、これっぽっちの邪気もないお人よし揃いの村なんだ。だからこそ私は辛かった。その場にいたたまれなくなったんだ。18人めった切り。英雄の行為は数字で語り継がれる。あの日舞台の上でおどけてが刀を振り回した男は、戦場で命を落とした男たちがどんな苦悶の表情を浮かべ、どんな術素っていうのかな、これまた出てきたな、読めないやの眼差しで、曲っていうのかなを見つめていたのか、きっと想像することもできないだろう。でもそれでいいんだ。平和な暮らしを送る人々はそんなものを知らなくてもいい。彼らの暮らしから戦場を遠ざかるために私たちがいる。そうだろう。私たちが人を殺すおかげで、私たちの守るべき人々は戦場の血生臭さを知らずに済む。そう信じていないと人と人と殺し合う意味などどこにある。皆無は何も答えない。年老いた将軍の言葉を肯定も否定もせず、ただ将軍が率いる部隊をぼんやりと見つめる。まあ敵にもね、いろいろ家族もいるんだけどね。皆無とか言ったら、君もおそらく数えきれないほどの敵を殺してきたんじゃないのか。数え上げるのは無理ですね。そうだろう。君の体には一分の隙もない。戦場でしか鍛えられないし、戦場から何度でも生還しなければ体に染み込まない身のこなしだ。ああ、また傭兵かなんかなのかな。そんな君がなぜこんな峠道で荷馬車を、傭兵じゃないみたいだぞ今回は。なぜこんな峠道で荷馬車を操っているんだ。そう聞かれたら何も言わずに立ち去るつもりだった。だが将軍はそれ以上皆無のことを尋ねず、むしろ峠の頂で馬を休ませる皆無の姿に安堵したように微笑んだ。私の初陣は16の時だった。それからずっと戦場をかけてきて将軍にまで上り詰めた。最初のうちは自分が剣を交えて倒した相手の顔をちゃんと覚えていた。覚えようとしなくても刻み込まれてしまうんだ。記憶に夜中に何度も悪夢に回されたものだ。どんなに洗っても自分の顔や手についた返り血の匂いが消えない。そんな錯覚に陥って一晩中川で体を洗い続けたことだってある。でもなと将軍は続けた。やがて慣れてしまうんだ。敵と戦い敵を殺し続けることに体も頭も心まで慣れてしまうんだな。人間というやつは悪夢など見なくなった。敵を片っ端から殺した相手の顔も片っ端から忘れていった。皆無、君も今そういう風になっているんじゃないのか。おそらく昔から知ってるってわけじゃないのか。最初そう思ったけど、この2人ね、因果なものだよな。慣れていかなければ心が壊れる。だが慣れてしまうと心のもっと奥深いところが壊れてしまうのかもしれない。将軍はそう言って小休止する部隊を愛おしそうに見つめ、その眼差しを峠の、
麓にゆっくりと移して、そんな頃だったんだよ。私が生まれ故郷のあの村に凱旋したのはと言った。式典の締めくくりに数人の子供たちが舞台に上がった。我が村の英雄を称えるために子供たちがどんな大きな勲章よりも素晴らしい花飾りを将軍に贈ります。司会の声に会場はまた大いに沸いた。子供たちから花飾りを首にかけてもらった将軍はにこやかに笑った。舞台に上がってから初めての素直な心からの笑顔だった。では子供たちの代表がふるさとから遠く離れて戦場を駆け巡っていらっしゃる将軍のためにこの村の平和な暮らしを綴った作文を読み上げます。まだ学校に通っているかどうかの幼い少年が緊張した面持ちで作文の紙を両手で広げて声を張り上げて朗読した。僕が最近一番嬉しかったことを書きます。僕の家の牧場では牛や羊をたくさん飼っています。おととい牛が赤ちゃんを産みました。僕もお父さんのお手伝いをしてお産をする牛の背中を藁で撫でてあげました。そうすると牛の体が温まって赤ちゃんを産みやすくなるのです。赤ちゃんは夜明け前に生まれました。まだ小さな赤ちゃんですが自分の力で立っていました。赤ちゃんってすごいなと思いました。僕はこれからも赤ちゃんの牛が大きくなるまで面倒を見てあげようと思います。子牛さん早く大きくなれと。将軍の目に涙が浮かんだ。次に僕が最近一番悲しかったことはおばあちゃんが病気で亡くなったことです。優しいおばあちゃんは病気で苦しかったはずなのに最後まで僕の前ではニコニコ笑ってくれました。おばあちゃんが亡くなる時には手を握ってもらいました。僕はおばあちゃんともう会えなくなるんだから大人になっても覚えておこうと思ってじっとおばあちゃんの顔を見ていました。おばあちゃんは最後の最後までニコニコ笑ってくれました。だから僕が思い出すおばあちゃんの顔はいつも笑っています。おばあちゃん、お空の上から僕を見てくれていますか？僕はおばあちゃんのことを一生忘れないよ。将軍の方を涙が伝え落ちた。式典が終わると将軍はふるさとを立ち軍の司令部が置かれた町に向かった。そして国王に宛てた長い手紙を書き哀悼を最も信頼していた部下に送った。将軍は引退を決意したのだった。自分でも不思議だったよ。でもあの子供の作文を聞いた時私は思ったんだ。一つの命が生まれたことをきちんと喜んで一つの命が消えたことをきちんと悲しむ、それが人間なんだなとな。私はもう勲章などいらない。国王陛下に、拝借するなんだっけこれ、する名誉もいらない。なんだっけこれ、国王陛下に拝借だっけ拝敬だっけする名誉もいらない。私は人間らしい人間に戻りたくなったんだよ。おかげで村の英雄どころか一点裏切り者扱いされてしまったけどな。将軍は皆無を振り向き戦場から逃げ出した臆病者だと君も嘲笑うかな。それとも国を愛する心を捨てた男だと責めるかなと聞いた。彼も穏やかに微笑んでどちらでもありませんよと言った。あなたの決断は軍人としては間違っていても人間としてはとても正しいものだったと思います。将軍は白いひげを軽く指で撫でつけて、癖も変わったんだと言った。最近は照れくさくなった時についひげを触ってしまうようになった。二人は目を見交わして微笑み合った。さあ休憩は終わりだ。将軍はそう言って横から外立ち上がった。おい、あとは下り坂だ。もう一これ乗せてる時の話なんだ。おい、あとは下り坂だ。もう一踏ん張り頑張って日が暮れる前に村に帰るぞ。舞台に声をかける。
ああ、そういうことね。年老いた将軍が今率いているのは、30頭の羊たちで構成された決して人の命を奪うことのない部隊だった。なるほど。カイム、君はまたいつか戦場に戻るのか分かりません。私は今の羊飼いか。今回羊飼いだったらしい。私は今の羊飼いの暮らしに満足しているんだ。あの日の決断をこっちが羊飼いね。ごめんなさい。将軍ね。私はいささかも悔いてはいないんだ。将軍はそれが君へのささやかな教訓になってくれとる嬉しいよと最後に言ってカイムに背を向けて歩き出した。羊たちものんびりとした仕草で、隊列を組み直した。将軍は背筋をピンと伸ばし、頭上に伸ばした右手を前に振り下ろした。よし、じゃあ出発だ。かつて戦場で何万の兵士たちを指揮した将軍の声はふるさとの山々に心地よくこだました。遠い過去の狭間で記憶の彼方に置き忘れていたものを見つけた。ナウジング情報が追加された。そうなの？そっか、さっき見てなかったな。どこか、どこだっけ？これ？違う。ちょっとどれだっけ？これ？アイテムか。あれ？どれ？これ？これは買いの、これか、さっきの。急に飛ぶんだな。これは？これ高いでおろうか。あれ？子供たちから買い物贈り物なんじゃないの？あれ？じゃあ今の何なの？ちょっとよく分かんなかったな。なんだ今。ちょっとよく分かんないな。もう一回動画見返さないと。ケロノン様はこの村の守り神だよ。いい子にしてれば守ってくれるんだって。なるほど、信仰されてるんだね。本当に？探る？ヒールタンク、初めて聞く名だぞ。なるほど。上位バージョンね。ヒールポットのおとなしそうなへこ。この道を行くと村の外に出るんですが、危険なので行かない方がいいですよ。マジで？こっちのこと？いや、こっちだよな。これはなんだ？大丈夫？なんか始まっちゃない？なんかそういうことか。ただ単にこれなんかお祈りできんの？特に関係ない？500だって。すごいね。まあお金の本領を発揮してないんだけどね、まだ。すごいこう高いけど、こう買いたいと思ってたものとかがないのでね、高くて買えないなとか、そのうちあるのかな、店屋にどうしても買いたいような高いものが。なかなか合わないね。ローマ同士本当はすごく優しいんだって、この子たちが言ってたからね。じゃあ知ってんのかな、カイムも。だって岬みんな気持ち悪がってるけど化けのものとは思えない。なんかなんかカイムが前住んでたみたいなところに いるとかいう感じじゃなかった、さっき。
岬、北の岬がどのこうのって。俺は見たよ、ローマ同士。顔なんかぐちゃぐちゃでまるで化け物だよ、あのじいさん。あ、男？絶対おかしいよ。世捨て人になっちゃったのか。ローマ同士には近づかない方がいい。片筋の力を奪われるって話だけど、まあとにかく人間らしい、少なくても。上がれんの？ピボットじゃない？ここにいたんだ。これの話をさっきしたんですよ。でも渡すのないだろう。だよな、渡しちゃったから。まあでも交換できるのとかあるけど、まあ今まで調べる？調べるってこれね。そうか、こんなとこにいたか。それはあとなんかこう壺とかあんまないんだな、この村。まあない方がいいんだけど、めんどくさくなくて。臆病心の種か。なんか一個作れるぞ。どれだっけな。これだ。粘着糸が足んない。違う、フィアじゃないな。フィアだ。粘着糸が足んない。どっかで買わなきゃ。よく帰ってきてくれたな、カイム。今までどこに行ってたんだい？そういえばサラやリヌムは、やっぱり一緒じゃないのかね。考えてみると随分長い間会わなかったよな。でもこの人間が生きてる時間でしょ。たかだか2、30年。だとしたらその前に十数人の妻がいたの？よくわかんないな。でもサラと出会う前ってことか。でもさ、一緒にそのどっかの世界からこっちの世界に来たんでしょ、その5人組の一人として。サラもカイムも。だとしたら昔から知ってた顔なんだよね。会った時にあれサラじゃんっていう風にならなくて結婚したってこと？そうそう、北のね。でもなんかさっきのローマの市っていうのもそういうところだとか言ってなかったっけ？洞窟を通らなきゃゴッツァに行けないんだけどさ、今にして思えば暗黒洞窟を閉じて正解だよ。徴兵ってこと？知らないよ、ローマ同士が何考えてるかなんて。ローマ同士がやったのね。じゃあ徴兵救ってくれたのかな。こっちにあんまり被害が来ないように。木の実じゃん。びっくりした。何もない。なんかいかにもありそうじゃない。ないか。なんか洞窟っぽくないか。ちょっと行っちゃまずいか。こっちに行ける。これだけ。でもそれにしちゃ多いな。ここの銅像がなんかあるのかな、後で。銅像っていうか何像っていうの？石像？もう一個扉あったような気がする。これか。犬か。D の一家の家。これが D これが D のなんと皆無じゃないか。おい、みんなお客さんだぞ。おかげで孫にも恵まれてな。ほら、あれがうちの娘さ。あの泣き虫がすっかりおっかさんだよ。奥の人かな。違うよ。
や、お兄ちゃんと遊ぼうと思ったのに家にいないの。またどこかで悪さしてるに違いないわ。なんか怖いね。人探しでもしなきゃいけないかな。なんだって今読んでなかった。お母ちゃんがいつも言ってるわ。お兄ちゃんは本当に悪さばっかりしてるって。なんかサブクエとか、あれお兄ちゃんいるよ。静かにしてよ。誰か驚かせてやろうと思ってるんだけど誰も来ないな。近くないか随分。見つけたとか言わないんだ。まあこんなところまでようこそ。狭い家ですけどゆっくりしてってくださいな。あら、お茶が切れてるわ。息子に頼んでおいたはずなのに手伝いしないで悪さばかりでする子で困りますわ。買わないか。あれは壺かな。木の実だ。なんか本とか。フレアラーとは。注意力か。上位版だね。魔石。なるほど。まあウーラとかヌマラと違って、このぐらいであれば全部回っちゃいたいよね。探索もね。いや裏じゃなくてね、動画中にたまにはちょっとだれちゃうけどね。ね、たまにはさ。ここにもあった。見張り台か。火の見櫓とか。なんかずいぶんブルブル調べる。高いところっていうこと。これなんか今マーク出てたっけ。北水晶の杖、北水晶のリング、全部すごそうじゃん。杖ってミンじゃないか。今ミンいないや。ちょっと待って。トレハンメモってこれかな。これが高いところ。滝の向こうの宝物。さっき滝あったね。それからレベル2だって。風が、風の敵がいるのかな。恐れね。効くのかな。だからブルブル言ってたのか、コントローラー。滝の向こうってどうやって行くのかな。なんかどこでもここでもほらこう行けないもんね。ジャボーンって。ジャンプ。よかった来て。じゃあこれなんじゃない。ブルブル言う。ブルブル言う。相変わらず調べづらいんだな、どれもこれも。メデューサだって。石とかそういう。違う、こっちだ。石棺向こうか。じゃあやってくるやついらない。その洞窟にいるんじゃないか。早速。何洞窟だっけ。その北のなんとかっていうところを向かう時に。洞窟ね。暗黒洞窟か。そういう感じのものが、敵が絶対いると思う。さてこれを話すとメインになるのかな。じゃあここまでにしとこうかな。ちょっとなんてことないあれになっちゃったけど。じゃあ次からは
次回からはこいつに話しかけて、話したっけ？うんうんうん、話しかけてメインを進めましょうかね。多分メインなんでしょう。ちょっとセーブ取っとこうか。では今回もご視聴いただきありがとうございました。なんかちょっとね、いろいろ宝探しだなんだいろいろありますね。ね、では、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。